はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。Steam で2021年10月上旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。10月前半はウィッシュリストランキング第3位の協力型ゾンビ FPS が登場しますよ。待ちわびている方も多いのではないでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報など簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたの役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにフィストグレンジョーの闇、2021年10月中リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は13,709人。クールなウサギが鉄の拳を振るうメトロイドバニア系のアクション。プレイステーションでは9月にリリースされている作品です。物語の舞台となるのは1940年代の上海をモチーフにしたスチームパンクな世界。鉄の拳、ドリル、ムチなど3種の武器を自由に切り替えながら戦うアーケードスタイルのコンボアクション。ある日動物たちが暮らしていたグレンジョーは機械軍団に侵攻される。動物たちはレジスタンスを結成して戦うが敗北。以後動物たちは機械軍団の支配下で不自由な生活を強いられていた。グレンジョーが侵攻されてから6年が経ち、元レジスタンスのウサギの主人公レイトンは潜伏生活のような毎日を送っていたが、友人が不当に逮捕されたことをきっかけに鉄の拳を振りかざし再びレジスタンスとして敵と戦うことになるという物語。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。フィストグレンジョーの闇は2021年10月中リリース予定日本語対応の作品です。スワーム・ザ・シティ・ゾンビ・エボルブドゥ、2021年10月中リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は657人。プレイヤーはゾンビの王となりアンデッドの軍隊を指揮して噛みついて感染させ人間の文明を破壊していきます。ゾンビ軍団の中には強力な将軍ゾンビが存在。10種類以上存在する将軍ゾンビは個性的なスキルを所持し、炎を投げたり酸を吐いたり、中には近くにいる死んだゾンビを吸収するなどそれぞれに長所と短所を持ち合わせているので、特性を理解して将軍ゾンビをどう使うかが勝利のポイントとなります。また人間も黙ってやられているわけではありません。ゾンビ軍団を押し返すため新しい武器や新技術を生み出し抵抗してきます。技術力を有する人類と統率力を得たゾンビ軍団の戦いが繰り広げられるゾンビストラテジー。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。スワーム・ザ・シティ・ゾンビ・エボルブドゥは2021年10月中リリース予定日本語対応の作品です。ライズ・オブ・ヒューマニティ、2021年10月リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1221人。ローグライクなターン制デッキ構築型ストラテジー。かつて人類が作り出した AI が世界を支配する未来。ディストピアと化したこの世界に生き残った人類と AI に制御された機械たちの戦いを描いた物語です。ゲームシステムはターンベースのシミュレーション。ヘクスタイルのマス目をターンごとに移動して敵との戦闘を展開。本作の特徴は攻撃や回避など手持ちのカードによって制御されるので、手札に攻撃カードがなければ攻撃できないし、回避カードがなければ回避できないなど先を見据えて戦略を組み立てていかなければなりません。カードは敵を倒したりマップアイテムとして取得でき、強化や融合などを行ってデッキを強化していくといった収集要素も楽しめそうな作品です。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。製品版では260種類のカードが追加されるとのことです。ライズ・オブ・ヒューマニティは2021年10月中リリース予定日本語対応の作品です。ローグローズ、2021年10月1日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は4096人。悪魔の軍勢を率いて戦うローグライク RPG。 舞台のモチーフは17世紀のイングランド。デーモンハンターに敗れた主人公は地獄で力を蓄え、ドラキュラやブラッディマリー、首なしの騎士といった忠実なしもべたちを引き連れ復讐のために舞い戻る。まずはかつての力を取り戻すため先の戦いで失った魔性のアーティファクトを集めることが本作の目的となります。ゲームシステムは忠実なしもべから3体を選んでチームを作り人間界へ進行。ターンベースの戦闘は敵の攻撃を予測しながら自陣のスキルコンボをつなげる戦略性が重視されます。本作の特徴はルールを無視したインターフェース操作。自らの魂と引き換えに敵の体力ゲージを直接上下させたり、状態異常を敵になすりつけたりチート能力を発揮することができます。ルールにとらわれない戦術で状況を切り抜けていくローグライク RPG。 ローグローズは2021年10月1日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・ラストキャンプファイヤー、2021年10月7日リリース予定日本語対応の作品です。
フォロワー数は8818人。ノーマンズスカイを手掛けたハローゲームズの新作アドベンチャー。2020年8月にエピックゲームズや家庭用ゲーム機でリリースされている作品です。プレイヤーはエンバーと呼ばれる旅人となり、心を失った仲間を救う冒険に旅立つといったストーリー。旅の途中ではエンバーの仲間たちフォーロに出会えます。中には孤独によって魂が抜け固まってしまっている者もいるので、彼らの心の中にあるダンジョンでパズルを解き、希望の炎を解放してあげましょう。希望を取り戻したフォーロンはキャンプファイヤーに集い、その希望の炎が大きく燃え上がることで新たなエリアへ進むことができるといったシステムになっています。この不思議な世界ではエンバー以外にも個性的なキャラクターが登場します。希望を持つことに否定的な森の王、カエルに釣りの腕で叶わないことに引け目を感じている孤独な漁師、テレビや骸骨まで食べてしまう貪欲の豚など、奇妙で癖のあるキャラクターと触れ合いながら冒険をしていく。美しく幻想的な世界を旅して、時にはおかしな住人と触れ合い、最後のキャンプファイヤーに火を灯す作品。ザ・ラストキャンプファイヤーは2021年10月7日リリース予定日本語対応の作品です。バック・フォー・ブラッド2021年10月13日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は16万1491人。レフト・フォー・デッドの開発元が手掛ける協力型4人コープシューターゲーム。ウィッシュリストランキング第3位を期待の新作バック・フォー・ブラッド。人類のほとんどが殺されるか人間の死体を宿主として繁殖する殺人的寄生虫デビルアームに感染しているという壊滅的な世界が舞台です。プレイヤーは免疫を持った生存者クリーナーの一人となり、人類が絶滅の危機に瀕する中、寄生虫感染の原因となるゾンビリズンから世界を取り戻すために戦います。それぞれが固有の能力を持っている8名のクリーナーズ、そして多彩な武器やアイテムを駆使して仲間と共に世界を取り戻す。新要素としてデッキシステムが追加。デッキシステムはそれぞれ異なる効果が発揮されるカードを事前に選んでセット。プレイヤーキャラに好きな効果や能力を付加してキャラクターの性能を底上げすることができます。なおカードはミッション出発前のベースに設置された供給ラインから購入することができ、キャラクター選択やデッキシステムで他の人とは違った自分好みのプレイスタイルを突き詰めていくことができます。ソロプレイまたは4人協力プレイのストーリーキャンペーンで高難易度ミッションのクリアに挑戦したり、最大8人で楽しめる PVP を搭載し、クリーナーだけではなくゾンビであるリズになって参戦することも可能です。販売されるエディションにより早期アクセス券や年間パスなど特典が異なるので、詳しくはストアページを確認してください。レフト・フォー・デッドの制作陣が新たに送るスリリングな協力型 FPS バック・フォー・ブラッドは2021年10月13日リリース予定日本語対応作品です。ザ・リフトブレイカー2021年10月14日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は36,832人。トップダウン視点のストラテジーアクション。科学者と兵士という側面を持つエリート兵アシュリー・ノワーク大佐が地球から離れた場所にある惑星ガラテア37を調査するために瞬間移動を可能にするポータルリフトによって送り込まれるという物語。目的は地球と惑星ガラテア37を行き来できるリフトを作ること。これには膨大な量のエネルギーを必要とすることから、鉱山、精製所、発電所、研究施設といった様々な施設を作る必要があります。しかし惑星ガラテア37には何千もの敵対的な生命体が生息しており、脅威とみなされた施設を破壊するために群れをなして襲撃してきます。プレイヤーは日ごとに激しくなる猛攻に耐えるため、壁、障壁、防衛塔を建設し施設を強化しなければなりません。果たして惑星ガラテア37で生存し地球への架け橋を作ることができるのでしょうか。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。ザ・リフトブレイカーは2021年10月14日リリース予定日本語対応の作品です。スフィア・フライングシティーズ2021年10月14日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1700人。空飛ぶ宇宙都市を作る SF シティビルダー。都市建設とサバイバルという2つの要素を融合させた本作。プレイヤーは小惑星によって破壊された月の残骸に人類初の空飛ぶ宇宙都市を作る指導者に選ばれ、人が住めないような環境で社会を再建し、空飛ぶ都市を未知の世界へと導いていく。反重力装置で重力を維持し、宇宙空間でも暮らせるように変更シールドを整備して市民を死の危機から守らなければならない。資源を管理してエコシステムを維持し、30種類の建物を建築し、独立した経済サイクルを構築。危険な環境下ではドローンなどの偵察技術を駆使し、未開の地での生存者や希少物質の探索などを行っていく。都市建築だけではなく市民の住居や食料、医療など日常的なニーズにも対応しなければなりません。
どことなく宇宙版のフロンストパンクといった感じでしょうか。スフィア・フライングシティーズは2021年10月14日リリース予定日本語対応の作品です。デスポッツゲーム2021年10月15日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は9094人。人間を管理して迷宮からの脱出を目指すシミュレーション。人間を働かせてエネルギーを作り出すというブラックな人間管理シミュレーションデスポティズム 3K を制作されたコンファゲームズのローグライクストラテジー。今回は謎の迷宮にとらわれた裸の人間たちを管理して次々と敵が襲い来る部屋を突破して外の世界を目指す。戦闘は自動で行われ、プレイヤーが行えるのは武器と人間の調達、そして人間の配置と武器を与えること。人間たちに武器やコスチュームを与えることで様々な職業に転身する。全裸の人間軍団に強力な武器防具を与え管理し、自動生成されるダンジョンを進み外の世界を目指すだけでは終わらず、ダンジョンを踏破した後、残存部隊で生き残りをかけたサバイバル PVP が待っているとのことです。体験版も日本語で遊べるので気になる方はチェックしてみてください。デスポッツゲームは2021年10月15日リリース予定日本語対応の作品です。ザ・グッドライフ2021年10月15日リリース予定日本語対応の作品です。フォロワー数は1034人。主人公はニューヨークからやってきた写真家ナオミ・ヘイワード。借金を抱え途方に暮れた彼女はイギリスのある田舎町の謎を解き明かすという依頼をモーニングベル通信から受ける。それは世界で一番幸せな場所と呼ばれる町レイニーウッズ。カメラを手に調査を始めたナオミはこの町に住む人々が秘密を抱えていることに気づく。なんと夜になると住民たちが猫や犬に変身する奇妙な現象を目の当たりにする。この町の魅力に取りつかれたナオミは新たに得た動物の力を駆使して町の真実を追求することになります。メインの物語は町の調査ですが、その他にもアルバイトをしたり野菜を育てたり料理の腕を磨いたりとライフシム的な遊び方もできるみたいです。ザ・グッドライフは2021年10月15日リリース予定日本語対応の作品です。はい、ここからは日本語未対応の作品の紹介です。サキュバス2021年10月5日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は54,623人。2018年にリリースされ賛否両論の評価を得ているアゴニーのスピンオフ作品。前作の評価が悪いのになぜかフォロワー数が5万人と多い作品です。主人公はサキュバスの女王ビディア。地獄の新たな王となったニムロットの元を去り自らを裏切ったバフォメットへの復讐の物語を描く。かなり過激なシーンが多い感じなのでそっち方面でフォロワー数が多いかもしれないですね。サキュバスは2021年10月5日リリース予定日本語未対応の作品です。エイジ・オブ・ダークネスファイナルスタンド2021年10月7日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は1314人。7万以上の敵キャラがひしめくサバイバルリアルタイムストラテジー。建築シミュレーションとリアルタイムストラテジーとサバイバル要素が組み合わさった作品です。ダークファンタジーの世界で悪魔の大軍に対抗するため人類最後の砦を構築し防衛する。デスナイトと呼ばれる夜には霧の中から闇の軍勢が現れるのでプレイヤーは昼の間に拠点を築き戦士を集め戦いに備えなければなりません。圧倒的な戦力で拠点へと襲いかかる闇の軍勢から猛攻をしのぎデスナイトを乗り越えるとランダムに選ばれた祝福を得ることでユニットのアップグレードをすることができます。本作の特徴はスワームテックと呼ばれる技術により一度に7万体以上の敵ユニットが画面に表示することができ緊迫した攻防戦を楽しむことができます。エイジ・オブ・ダークネスファイナルスタンドは2021年10月7日リリース予定日本語未対応の作品です。ジャンクヤードシミュレーター2021年10月13日リリース予定日本語未対応の作品です。フォロワー数は33,059人。廃品置き場運営シミュレーター。廃品置き場の所有者となってガラクタ同然のゴミをリストアして販売していくシミュレーターです。世界最大のジャンクヤードにするために捨てられたゴミをスクラップにするのではなく家具、車、家電、電子機器など様々なものを見つけ出したをこすって磨いて塗装して販売していく。また車に乗り込み広大なマップを移動してさらなるお宝ジャンクを探し求めたりシンプルそうに見えてやることが多そうなジャンクヤード運営。フォロワー数も多く面白そうですがプロローグ版の評価がいまいちなので少し様子を見た方がいいかもしれませんね。ジャンクヤードシミュレーターは2021年10月13日リリース予定日本語未対応の作品です。は
はい、今回は Steam で10月上旬にリリース予定とされる面白そうなゲームを紹介していきました。バックフォーブラッド楽しみにされている方多いのではないでしょうか。一人称視点は酔うのでやらない私でも面白そうに見えますね。みんなでプレイしたらこれは絶対面白いんじゃないでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定のゲームやセール情報など簡単に分かりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。